現代の自動化と AI 技術は急速に進んでいます。この変化は働き方や社会の形を根本から揺さぶります。昔、産業革命で機械が手仕事を脅かしたように、今はアルゴリズムが人間の判断を超えて、価値評価や雇用選考、信用スコアリングなどの中心に立っています。これにより、人の関わりが少しずつ減っていく危険があります。例えば、自然言語処理を使った文書解析は、企業の資料からリスクや成長チャンスを瞬時に見つけ出します。その結果、投資判断がすぐに反映されます。一方、市場価格と本質価値の差をリアルタイムで検知するツールは、人間の感覚な評価を数値に置き換えます。これにより、金融市場での直感が狭まります。こうした流れは、労働の商品化や以下を加速させ、デジタル資本主義の新しい形として現れています。この技術支配に対抗する動きが、ネオ・ラッタイトという新世代の抵抗運動です。19世紀初めのラッタイトは、食器や紡績機を壊して食を守ろうとしましたが、現代のネオ・ラッタイトは物理な破壊ではなく、デジタル空間で抗議します。具体例としては、ウェブサービスへの分散型サービス拒否攻撃、データベースの削除や改ざん、そしてオープンソースを活用した技術の民主化があります。2016年に米国内のドメインネームシステム提供者へ行われた大規模な分散型サービス拒否攻撃は、主要な音楽配信や動画配信を一時停止させました。これは、技術の無差別普及がもたらす社会不平等への警鐘となりました。また、2014年に映画制作会社へのサイバー侵入が起き、内部メールや未公開作品が流出しました。これにより、企業の情報管理体制への批判が高まりました。さらに、暗号化通信アプリの全コードを公開し、誰でも自由に利用できるようにした事例は、技術独占を打ち破り、個人のプライバシー保護を実現する試みとして評価されています。歴史に見ると、産業革命期のラッタイトは機械導入による直接失業を防ごうと戦いました。政府は機械破壊を死刑相当の罪とし、短期に抑止しました。20世紀以降の労働運動は、組合結成や法制度改革で最低賃金や労働時間の規制を実現し、労働者の権利保護に成果を上げました。90年代後半から20世紀初頭にかけては、カーネギー系のカウンターカルチャーがデジタルデトックスやアナログ回帰を提唱し、技術依存への懸念を表明しました。これらは、技術批判が機械破壊から生活様式や価値観の再考へと広がったことを示しています。21世紀に入ると、人工知能やロボティクスの高度化が労働市場全体に波及し、単純作業だけでなく専門職にも影響が出ています。日本では人口減少と高齢化が進む中、企業は自動化技術を生産性向上の鍵として導入しています。2024年の厚生労働省調査によれば、製造業の4割が AI 導入に伴い正社員を削減したと回答しています。その結果、非正規雇用が増えています。一方、後継者不足が深刻な業種では、技術がなければ知識や技能が失われるという逆説なリスクも指摘されています。欧州連合は2024年に AI 法を制定し、高リスク AI システムに透明性と説明責任を課しました。しかし、実務上は企業がブラックボックス化されたアルゴリズムに対し形式な説明に留め、実質な監査を回避するケースが見られます。米国では2023年に大統領令が AI 開発の促進を宣言しつつ、労働者保護は二次課題と位置づけました。プラットフォーム企業は独立契約者として労働者を分類し、最低賃金や組合結成権を回避しています。カリフォルニア州の2022年の命題22は、ギグワーカーに限定な福利厚生を提供する代わりに雇用主責任を免除し、労働者の権利が制度に弱体化しています。制度対応の限界は、技術中立性という神話に集約されます。AI 法は技術そのものを規制対象にしながら、雇用への影響は各国の労働法に委ねられ、統一な保護が欠如しています。その結果、
抵抗は国内法の枠組み内で吸収され、根本な変革への道は閉ざされます。米国のギグエコノミーは労働者を独立契約者として扱い、企業側の負担を軽減すると同時に、監視技術による評価を合法化しています。日本の働き方改革関連法は時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金を掲げつつ、AI 導入を生産性向上の正当化材料として推進し、非正規雇用の増加と職種消滅を黙認する二重構造を形成しています。求められるのは、技術の所有と運用を再構築し、労働者が技術知性を取り戻す仕組みです。まず、企業の経営層だけが AI 導入を決めるのではなく、労働者代表が参加する共同決定制度を導入します。アルゴリズム設計段階から労働者の意見を反映させれば、ブラックボックスへの不信感は和らぎます。ドイツの共同決定制度に倣い、労働者代表がリスク評価や倫理審査に関与すれば、安心感が生まれるでしょう。次に、公共 AI プラットフォームの構築が必要です。現在、巨大テック企業が膨大なデータと計算資源を独占し、先端 AI モデルは限られた組織しか開発できません。国際な共同研究機関を設立し、リソースを共有してオープンソースの AI モデルを育成すれば、技術格差は縮小し、民主なアクセスが保障されます。公共機関が保有する医療データや交通データをオープンにすれば、民間独占の壁は崩れます。さらに、基本所得と労働時間の再定義も検討すべきです。フィンランドで実施された無条件基本所得実験は、受給者のストレス低減と企業意欲向上という効果を示しました。日本でも同様の制度を全国規模で導入すれば、雇用創出のリスクを緩和し、労働者が技能向上や創造活動に時間を割く余裕が生まれます。生産性向上で得られた余剰は、法に労働時間の上限を設定し、4日労働週や短時間労働を義務化することで、労働者への還元が実現できます。こうすれば、AI による効率化が資本の利益最大化に終始せず、社会全体の福祉向上へ転換します。最後に、技術共産主義という概念を具体化します。技術を共同所有の財産と位置づけ、開発と運用のガバナンスを分散化すれば、ビッグテックの独占支配に対抗できます。国際な AI 協同組合を設立し、モデルの訓練データやアルゴリズムの管理権を組合員が共有すれば、使用名や倫理基準を民主に決定できます。労働組合、オープンソースコミュニティ、市民団体が連携し、技術の民主化を求める連帯運動を展開すれば、個別の抵抗が分断されず、グローバルな圧力へと昇華します。2023年のソーシャルメディア API 使用量に対する抗議運動が示したように、ユーザーと開発者が共同して技術独占に挑む姿勢は、今後の抵抗運動の重要な指標です。総括すると、ネオ・ラッタイトは単なる技術拒絶ではなく、技術の所有形態と社会価値配分を問い直す運動へと進化しています。ビッグテック批判は、企業の独占支配とデータ収集の透明性欠如に焦点を当てつつ、労働条件の改善だけでなく、技術そのものの再考を要求しています。制度対応は倫理ガイドラインや限定福利構成で抵抗を吸収し、根本変革を阻む傾向にあります。したがって、労働者が技術知性を再獲得し、公共 AI プラットフォームを構築し、無条件基本所得と労働時間短縮を法制化する3本柱が、持続可能な未来への道筋となります。これらが実現すれば、AI と自動化は資本の道具から共通の財産へと転換し、新たな社会契約の下で人間の創造性と尊厳が保護される社会が築かれるでしょう。ネオ・ラッタイトの精神は、技術支配に対する批判思考と共同解決策の追求を通じて、デジタル時代の新しい抵抗形態として永続に息づくでしょう。実装段階へ移行するには、地域レベルでの実証実験が不可欠です。ヨーロッパ連合は2002年にデジタル公共財構想を掲げ、複数都市がオープンソース型 AI プラットフォームを試験運用しました。
ブリュッセルとミュンヘンが連携し、公共交通の需要予測モデルを共有した結果、乗客情報のプライバシーを保護しつつ、運行効率が 15% 向上しました。この成功は、データ所有権を自治体が保持し、アルゴリズム開発を市民参加型ハッカソンで進めたことに起因し、技術共産主義の実践可能性を示す具体例です。北米でも労働者主体の AI ガバナンスが芽生えています。カリフォルニア州サンフランシスコの倉庫労働組合は、ロボティクス導入で作業負荷が増大したことを受け、ロボット制御ソフトウェアのコードレビュー権を要求しました。企業は知財産権を理由に拒否しましたが、州議会が制定したロボット安全監査法に基づき、第三者機関によるアルゴリズム評価が義務付けられ、作業者の安全基準が明文化されました。これにより、労働者が技術設計プロセスに直接介入できる制度前例が確立しました。アジア太平洋でも独自の抵抗形態が顕在化しています。韓国のデジタルノマド運動は、リモートワーク拡大と同時に AI による業務評価システムが過度に個人を監視する危険性を指摘し、国家レベルでのアルゴリズム透明性法案の提出を促しました。日本でも東京大学の研究チームが開発した説明可能 AI、XAI、ツールキットが労働契約書に組み込まれ、労働者が自らの評価根拠を可視化できるようになっています。こうした技術リテラシー向上は、抵抗から建設対話への転換を支える重要な要素です。しかし、技術変革がもたらす社会分断は依然として深刻です。中国本土では国家主導の社会信用システムが AI とビッグデータを結合し、個人の職業適性や信用格付けを自動算出する仕組みが拡大しています。これに対抗して香港の若者は、デジタル匿名ネットワークを構築し、政府監視からの脱却を図っています。彼らは分散型台帳技術と暗号化通信を組み合わせ、自己主権型アイデンティティ管理を実現し、AI が個人情報すべてを一つの場所で管理することの危うさに、今人々は立ち向かっています。こうした草の根の活動は、国の権力と技術が結びつきすぎるのを防ぎ、個人の自由を守るための新しい防衛線となっているのです。次に、仕事の現場がどう変わっているのかを、数字で正しくつかむ仕組みが必要です。これまでの失業率などの指標だけでなく、自動化によって仕事が奪われる危険性を示す指数や、新しいスキルを身につける速さといった新しい物差しを導入しましょう。そうすれば、料理のレシピを書き換えるように、今の時代に合った指標を持つことで、政治家は AI の影響をリアルタイムで判断できるようになります。例えばドイツでは、工場でロボットがどれくらい動いているかと同時に、働く人がどれくらい訓練を受けているかを追いかけています。このやり方は他の国でも使えますし、働く人が技術の変化についていけているかを目に見える形にするための大切な道具になります。制度としての対策では、教育をみんなに開くことが欠かせません。今、多くの大学で AI の授業がありますが、入学金や授業料が高すぎて、お金のない人が学べないという壁があります。そこで、政府が主導して学習のための基金を作り、オンライン講座や教材を無料で提供すれば、国全体のスキルを底上げできるはずです。さらに、会社の中での研修を外部に任せ、労働組合がその内容をチェックできる仕組みを作れば、会社側の利益ばかりが優先されるのを防ぎ、働く人の将来をしっかり支えることができます。また、AI が生み出した価値をどう分けるかという点では、技術配当という考え方が注目されています。これは、AI が稼いだ利益の一部を、サービスを使った人やデータを提供した人に返す仕組みです。スウェーデンのある会社が試したデータシェアリング配当では、提供したデータの量に応じてトークンという電子な印をもらい、それを公共サービスの支払いに使えるようにしました。これにより、データという目に見えない資産が、個人の生活を良くすることに直接つながり、巨大企業が利益を独占するのを防ぐ効果が期待できます。環境への視点も忘れてはいけません。
AI や自動化は電気をたくさん使いますが、同時に効率を上げる計算方法を使えばエネルギーを減らすこともできます。欧州連合は AI を学習させるための電力を再生可能エネルギーで賄うという基準を決めました。これは技術の進歩と地球環境の両立を目指す重要な目安となり、他の国でも似たルールができ始めています。日本でも AI 開発の予算を出す条件に二酸化炭素の排出量に上限を設けることで産業界全体の脱炭素化を後押しできるでしょう。最後に未来の姿として人間と AI が協力し合う社会を描く必要があります。ここでは AI は単に効率を上げる道具ではなく人間の判断を助けるパートナーになります。具体には街のルールを決めるときに AI がシミュレーション結果やリスクを提示し、それを踏まえて市民が話し合う AI、シビック、ディベートという仕組みです。市民が自分の価値観を入力し、AI が多様な未来のパターンを自動で作ることで、決定プロセスが透明になり、多くの人の意見が反映されるようになります。また、仕事の現場では、人間とロボットが一緒に働くハイブリッドチームが当たり前になります。ロボットが危険な仕事や単純な繰り返しを担い、人間が創造な判断や人とのコミュニケーションに専念する。この分担によって、体の負担が減り、仕事としての誇りも保つことができるのです。まとめると、ネオ・ラッタイト運動は、単なる技術への反対から、技術をみんなで所有し、価値を分け合い、民主に管理するという提案へと進化しています。巨大企業の独占を壊すには、公共の AI 基盤を整え、働く人がアルゴリズムの審査に参加し、教育とデータを民主化し、環境に配慮した開発を行うという、セットでの対策が不可欠です。これが実現すれば、AI は資本家の道具ではなく、社会全体の財産に変わります。働く人は知性を取り戻し、持続可能で公平な未来を築けるでしょう。これからの抵抗運動は、分散型のネットワークと国際な協力によって、デジタル時代の新しい社会契約を書き換える重要な転換点にあります。この転換点において、まず注目したいのがアルゴリズム、ガバナンス裁判所の設立です。欧州連合のいくつかの国では、公共や民間が使う AI が公平で透明かどうかを審査する、独立した専門の法廷を試験に運営しています。ここでは、AI による差別な決定で被害を受けた人が訴えたとき、技術の専門家である裁判官と監査機関が共同で評価します。例えばオランダのアムステルダム市では、住宅の割り当てアルゴリズムが移民の方々に不利に働いた事例がありました。裁判所はアルゴリズムの中身を公開させ、多様性を考慮した学習をやり直すよう命じました。こうした介入は、AI が中身の見えないブラックボックスになるのを防ぎ、法な正義と技術の進歩を両立させるお手本となります。次に、労働組合と技術が融合している例を見てみましょう。ブラジルでは、産業労働組合が自分たちのデータサーバーを持ち、組合員のスキルや経歴をブロックチェーンに記録するデジタル労働台帳を導入しました。この台帳は、誰にも書き換えられない形で情報を提供するため、企業側が勝手な基準で人をふるいにかけるのを抑える効果がありました。また、組合が賃金交渉をする際の具体な根拠として活用され、結果として製造業の平均賃金が導入前より約 15% も上昇し、生活水準の向上につながりました。さらに、アフリカでのデジタル部族主権の動きも見逃せません。ケニアのマサイ族は、伝統な放牧地の管理に、衛星画像と機械学習を組み合わせた予測システムを共同開発しました。このシステムは、雨の量や草の伸び方をリアルタイムで分析し、最適なルートを提案することで、草を食べ尽くして環境を壊すことを防ぎました。同時に、得られたデータはマサイ族独自のプールに保存され、外部の企業が勝手に使うことができないよう制限されています。こうした技術な自治は、先住民族が自分たちの暮らしと文化を守りながら、最新の AI を活用できる道を示しています。日本国内に目を向けると、
地方自治体でも独自の AI 政策が始まっています。北海道のある中小都市では、人口減少と高齢化への対策として、スマートシニア支援プラットフォームを構築しました。地域の医療機関と連携し、健康データを匿名化した状態で機械学習にかけ、転倒のリスクや病気の悪化の兆候を早く見つける仕組みです。異常を検知すれば、すぐに介護スタッフや家族に通知され、素早い対応が可能になります。導入から2年で、高齢者の転倒事故率は3分の1に減り、医療費の削減という目に見える効果が出ました。これは、AI が公共サービスの質を上げ、財政の負担を減らせることを証明しています。しかし、技術導入の裏には新しいリスクも潜んでいます。特に、AI が作ったものの所有権については、法律が追いついていません。日本のクリエイティブ業界では、AI が作った映像や音楽の著作権を誰が持つかが大きな議論になっています。ある映像制作会社が AI の脚本で映画を作り、大きな利益を得ましたが、AI の開発会社から利用料を請求され、訴訟になりました。この事例は、人間が作ったものと機械が作ったものの境界線を曖昧にし、これまでの著作権法では解決できない課題を浮き彫りにしました。現在、学術団体と産業界が協力して、創作者と開発者の双方の権利を守りつつ、社会の利益にもなる新しい権利の枠組みを作ろうとしています。また、AI が政治の判断を助けるようになるにつれ、アルゴリズム、デモクラシーという考え方が広がっています。これは、政策を決める段階で、市民が直接アルゴリズムと対話し、シミュレーション結果をフィードバックできる仕組みです。福岡県のある自治体では、気候変動対策に AI シミュレーターを導入し、市民参加のワークショップを開きました。参加者が自分の生活スタイルなどの条件を入力すると、AI が温室効果ガスの量や経済への影響をすぐに計算します。その結果、専門家だけが考えたプランとは違う、その地域ならではの低炭素モデルが見つかり、助成金の配分が見直されました。このプロセスは、技術と民主主義が助け合える可能性を示す一方で、デジタルツールを使いこなせるかどうかの格差が、新たな不平等を生む危険性も明らかにしました。そのため、デジタルリテラシー教育の普及と、アルゴリズムの中身を分かりやすく示す可視化ダッシュボードの整備が不可欠です。国際な視点では、巨大企業のデータ独占に対抗するため、データソブリンティ条約の草案が国連で議論されています。この条約は、各国が自国民のデータ主権を宣言し、外国企業が取得した個人データの目や保存期間を厳しく規制することを目としています。データを提供した人が報酬を受け取る権利や、データの流れをチェックする第三者機関の設置も盛り込まれています。もしこれが採択されれば、今のプラットフォーム中心の仕組みは根本から変わり、データが単なる商品ではなく、公共の資源として再分配される新しい経済構造へ移行するでしょう。日本が早くこの条約を国内法に取り入れ、国際なルール作りに参加すれば、産業の競争力を保ちながら、個人のプライバシーを強く守ることができます。AI とロボットが融合する製造現場では、競争ロボット共同体の形成が注目されています。これは、会社の中にロボット開発チームと労働組合の代表が参加する委員会を作り、導入のプロセスや安全基準、役割の変化について話し合う仕組みです。ドイツの自動車メーカーでは、ロボットがラインに入る際、働く人がロボットの動きをリアルタイムで調整できる画面を用意し、人間とロボットの協力効率を最大にしました。この取り組みは、ロボットは単なる仕事の代替ではなく、労働者の技能を高める道具として活用されるようになってきた。これにより、職場の心理安全性も向上しつつある。芸術の分野でも、AI を批判に見つめ直す動きが世界中で広がっている。日本の若手アーティスト集団は、AI が生成した画像を使い、ディープフェイク技術で作られた偽装広告を展示した。この作品は、私たちが受け取る情報の真偽を問うだけでなく、
アルゴリズムが意図に偏った情報を広げる危険性も警告している。観客は展示空間で自分の感情反応を測るウェアラブル端末を装着し、そのデータがリアルタイムで作品に反映される。これにより、感情とアルゴリズムの相互作用を体感できるのだ。このようなインタラクティブな芸術は、技術批評を簡潔な体験に変え、一般の人々の AI リテラシー向上につながっている。次に、持続可能な AI エコシステムを作るための循環型データ経済という考え方がある。これは、データの生成から利用、廃棄に至るまでのすべての過程で、エネルギー消費と環境への負荷を最小限に抑える設計思想だ。具体には、エッジコンピューティングを活用し、データ処理を分散型の低電力デバイスで行うことで、中央サーバーへの大量データ送信を減らす。また、不要になったデータは暗号化され、データ、リサイクル、プールに蓄積される。将来に再利用したり、学習素材として活用できるようにするのだ。日本の研究機関では、すでにこの循環型モデルを実証するパイロットプロジェクトが始まっており、AI トレーニングに必要な計算資源を再利用可能エネルギーで賄うだけでなく、データの二重使用によるコスト削減も実証されている。これにより、技術開発と環境保護が対立するものではないという認識が広がりつつあり、AI が持続可能な社会インフラとして定着する道筋が見えてきた。ネオ・ラッタイト運動は、単なる反技術な姿勢にとどまらず、技術そのものを再構築し、社会価値と結びつける包括なビジョンへと進化している。分散型ネットワークと国際協調を核とした新たな社会契約は、AI と人間が共生する未来を切り開く鍵となるだろう。2023年以降、欧州連合はデジタルサービス法を採択した。この法律は、プラットフォーム事業者に対し、透明性を義務付け、アルゴリズムの説明責任を課すものだ。特に、コンテンツ推薦システムの内部ロジックを外部監査機関が定期に検証できる仕組みは、これまでブラックボックスとされてきた意思決定プロセスを可視化し、利用者が不当な情報操作から守られる道筋を示している。一方、日本国内でも同様の規制導入が議論されており、政府は、アルゴリズム公平性委員会の設置案を検討中だ。この委員会は、学術研究者、労働組合代表、消費者団体から構成され、企業が提供する AI モデルのバイアス検証や影響評価を独立して実施する権限を持つことになる。労働市場に目を向けると、米国シリコンバレーでは、プラットフォーム協同組合、運動が急速に広がっている。2024年に設立されたフリーランスコレクティブは、クラウドソーシングサイト上で独立した技術者やクリエイターが共同で報酬分配ルールを決め、手数料を最低限に抑えるだけでなく、プロジェクト選定時に倫理審査を導入している。参加者は自らのスキルと働き方の希望をブロックチェーン上に記録し、スマートコントラクトが自動に適正報酬を算出、支払う仕組みを採用している。この試みは、従来のギグエコノミーが抱える過剰競争と低賃金問題に対抗する新たなモデルとして注目を集め、欧州の労働政策研究所も同様の協同組合型プラットフォームの実証実験を支援する意向を表明している。AI による監視技術の拡大は、市民のプライバシー感覚を揺さぶっている。中国の都市部では、顔認証カメラと行動予測アルゴリズムが公共空間に広く配置され、違法行為の未然防止と称してリアルタイムで個人の移動履歴が追跡されている。これに対抗する形で、香港の若手プログラマー集団は、匿名かつウルキットを開発し、スマートフォンの位置情報や通信データを自動に偽装、暗号化するアプリを公開した。このツールはオープンソースとして配布され、世界中のプライバシー擁護活動家に活用されている。日本でも、同様の技術抵抗運動が大学キャンパスを中心に広がり、学生自治会が主導するデジタル自衛隊プロジェクトでは、校内ネットワークに侵入しようとする AI スキャンを検知、遮断するファイアウォールを自作し、実証実験を行っている。
芸術領域では AI 生成音楽を逆手に取ったノイズ・リベリオン運動が台頭している。2025年に開催された東京国際アートフェスティバルでは AI が過去100年分のクラシック楽譜を学習し生成した楽曲を即興ジャズバンドが解体・再構築するライブが行われた。演奏中に観客は専用の心拍計付きイヤホンを装着し、血圧や呼吸リズムがリアルタイムで音響エフェクトに変換される。これにより身体感覚が音楽生成に直接フィードバックされるという実験試みが実施された。このパフォーマンスは AI が人間の感情を模倣するだけでなく、人間側が AI に感覚入力を与えることで競争関係を再定義できる可能性を示唆した。環境負荷の観点からは、エッジ AI と再生可能エネルギーの融合が新たな産業革命を牽引している。北海道の離島地域では、風力発電と太陽光パネルで供給された電力を利用し、低消費電力の AI チップを搭載した農業用ドローンが稲作管理を行っている。ドローンは土壌湿度や病害虫の発生状況をセンシングし、現地の農家がスマートフォンで確認できるダッシュボードに即座に反映させる。これにより、化学肥料の使用量は従来の3割削減され、収穫量は安定に向上したという実証結果が報告されている。こうした循環型データ経済の実装例は、テクノロジーが環境保全と経済成長を同時に実現できることを示す好例として、国際な評価を受けている。ネオ・ラッタイト運動が提唱する技術の民主化を具体化するため、政府と民間が共同で資金提供するオープン AI インキュベーション基金が設立された。この基金は利益追求型スタートアップだけでなく、公共福祉を目とした AI プロジェクトにも助成金を交付し、成果物はすべてオープンソースとして公開することを条件としている。2026年初頭には、地方自治体が抱える高齢者ケアの課題に対応するため、AI チャットボットと遠隔診療ロボットを統合したシニアサポートプラットフォームの開発が本基金の支援を受けて開始された。プロジェクトは、利用者のプライバシーを最優先に設計された分散型 ID システムと、医療データの暗号化共有プロトコルを組み合わせ、地域医療資源の効率再配分を実現することを目指す。以上の多層な取り組みは、単なる技術批判にとまらず、社会構造そのものを再編成するための実践手段として機能している。自律アルゴリズムと人間の価値観が相互に補完し合うエコシステムが成熟すれば、ネオ・ラッタイトが掲げる人間中心のテクノロジー像は、抽象な理念から具体な公共政策へと転換され、持続可能かつ公平なデジタル社会の実現へと導かれるであろう。